どうも、モブです。今回は韓国版公式生放送の翻訳まとめの動画になるよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、フリーレンについてだよ。フリーレンは、水属性のサポーターで、メイリンの代わりとして実装されるよ。また、ステージ入場時には、自分にバフ効果をかけることができるため、水しの葵のように、ダメージをある程度出すこともできるようだね。次はフェルンだよ。フェルンは火属性のアタッカーで原作通り連続して攻撃ができるのが特徴的だよ。またアタッカー能力だけではなくパーティーメンバーをサポートするような能力もあるらしく長生きできるようなハンターになるね。次はシュタルクだよ。シュタルクは火属性のブレイカーでウギに似たものになるかな。またダメージもかなり出るような設計のためフェルンと使えば新たな火属性環境を作り出すこともできそうだね。次は勇者の剣だよ。勇者の剣は光属性のサポート武器で時を遅くする効果や与えるダメージ増加など様々な効果を持つよ。さらに特定の進化段階ではブレイクゲージがある敵に与えるダメージが増加する効果が追加されるようだね。次はコラボ特殊効果についてだよ。今回のコラボでは経験値増加のバフがつくようだね。またこれは初回攻略時のみに発動し最大で 15% の効果を得られるためまだ最大レベルに到達していないプレイヤーはフリーレンコラボキャラを多く編成して戦おう。次はシュタルクについてだよ。シュタルクはコラボパスとイベントを通して無料でボトツにすることが可能だよ。またそこから有料パスを購入すれば貫突にすることもできるようだね。そして勇者の剣も無料で4突有料で貫突まで持っていくことができるよ。しかしガチャからは一切排出されないようなので入手先を確認して最大限受け取るようにしよう。次はイベントステージについてだよ。このイベントではフリーレン、フェルン、シュタルクの中から1人選び迫り来るモンスターを討伐するものだよ。また他の2人はオートモードで動く設計になっているよ。 단순하게 던전 형태로 몬스터를 이렇게 클리어하고 잡고 클리어하면 되는 이벤트인 것 같아요. 팀파이트 모드랑 비슷하긴 한데 네. 3명의 헌터가 같이 전투를 하는 방식이고요. 3명의 헌터가 몬스터를 잡을 때마다 그 몬스터를 무찌른 그 카운트가 위에 표시되는 형태로 이렇게 위에 해요. 예. 다른 AI 플레이어 두 명과 같이 경쟁하는 플레이. 알겠습니다. 그래서 이제 저희가 팀파이트가 되는데 내가 컨트롤하는 게 AI보다 근력 좀 그럴 수 있기 때문에 상당히 포기된 숫자를 보시면서 조금 더 이제 재밌게 컨텐츠를 즐겨 보셔라 라는 말씀인 것 같습니다. 자, 이제 해가지고 요거까지 오늘 만나봤고 다음 내용도 이제 쭉 가볼까요? 次はイベントボス戦弾頭台のアウラだよ。このイベントでは魔力の管理が鍵となるようだね。映像を見る限り制限時間までにモンスターを攻撃してアウラより高い魔力量を維持する必要がありそうだね。さらに最高難易度はかなり難しいため特殊な戦略が刺さる可能性がありそうかな。 천칭에다가 마력을 재가지고 본인 마력보다 낮은 상대를 무력화시키는, 무력시키는 그런 스토리를 살려서 이 복종시키는 천칭 요 컨셉을 살린 형태의 컨텐츠를 구성을 했습니다. 요 보스 챌린지 컨셉이 되게 재밌기 때문에 요것도 이번에 추가되어 있는 플레이하시면서 次は官房者の禁書館についてだよ。このコンテンツは設計者の試験のように特殊なルールが存在しどんどんステージを攻略していくものだね。また属性に縛られないため普段では見ることができない組み合わせなどもできるよ。その他の情報としてはとにかくいつもと違うことをしたのでバグが多くある可能性があるみたいなことを長々と喋っていたよ。
次は光の攻防バルタイルについてだよ。今回の光の攻防では少し特徴的で、ボスごとに弱点属性が異なるらしいよ。そのためどうしても苦手なステージが存在する可能性もあるね。また1ヶ月後にはワードモードが追加されるようなので、先着イベントに向けて自分の弱いと思う属性を徹底的に強化しよう。 이번에 추가됩니다. C를 사용해서 캐릭터를 조종하는, 조작하는 그런 컨셉의 분단장이에요. 그래서 C 발타이르가 성질을 이렇게 조작하려고 하는데, 이런 다양한 그 조작 패턴을 통해서, 기믹 패턴을 통해서 파괴하는 형태의 좀 새로운 형태의 기믹들이 들어가 있고요. 그 두 가지의 분단장을 보유하는 하위 보스들이 있는데, 이 보스들을 순서에 상관없이 공략할 수 있습니다. 그래서 쉬움 던전에서는 성진 모드만 제공이 되고, 보통 난이도에서는 헌터 모드, 성진 모드 두 가지 방식이 제공이 될 거고요. 그 발타이르 스토리로에서 겪어보셨겠지만, 아무튼 굉장히 멋있는 연출, 다양한 패턴으로 디자인을 했습니다. 일단 가장 궁금한 부분이 약점 속성일 텐데요. 라놀은 명수 암속성으로, 명수에 대한 약점 되어 있고요. 카보트는 암수 약점으로 디자인되었습니다. 카보트가 오프 보스를, 최종 보스 발타이르는 영화 약점으로 구성되어 있습니다. 보상은 신규 코어가 이번에 추가될 예정이고요. 공격방어 유틸 이렇게 해서 3개 코어가 추가될 예정이고요. 마력실을 이용해서 다른 캐릭터를 지배하는 사실이 있습니다. 그래가지고 여기 좀 보시는 것처럼 사실 이게 많은 설명보다는 우리가 또 직접 체험을 했을 때 어떤 느낌일지가 더 중요한 거고, 어떻게 보면 이제 그 보스마다, 그 페이지마다 이렇게 또 이제 약점 속성이 존재한다라는 말씀까지 해주셨기 때문에 사실 나오면 또 그 도전 욕구 있는 유저분들에게는 정말 좋은 콘텐츠가 또 광해의 공방입니다. 일단 이번 광역 공방은 이번 보통 난이도까지는 되고요. 다음 업데이트에 다음 업데이트에 그 상위 레벨의 어떤 그 광해 공방이 이제 등장을 한다고 합니다. 그래서 저희가 광해 공방 발타이르까지 여러분들에게 소개시켜드렸습니다. 자, 이제 다음 내용도 이제 만나볼게요. 次はその他のアップデートについてだよ。まずはコアの最大レベルが20にまで拡張されるよ。ここで嬉しいニュースとしては、凝縮エネルギー1から2を製作することが可能だということかな。またバルタイルを討伐することでも入手可能だよ。そして光の攻防の一部難易度で弱点属性が追加されたり、コアのドロップ品を操作できるようになるよ。しかし弱点属性の追加に関しては結局ハードモードで属性が絞られるため、あまり意味はなさそうかな。次は情報修正についてだよ。まずクロスは通常攻撃にブレイク効果を追加したり、必殺技の威力が上がるようだね。また矢を打つ速度がかなり速くなり、新たにクリティカル率増加の効果も追加されるため使いやすいハンターになるね。そして藤崎はバフ効果やサポート効果が新たに追加され、藤崎自体の生存能力も上がるようだね。特にギルドボスでは途中でリタイアする場面も見かけられたため、藤崎も使いやすくなりそうだね。次はガチャについてだよ。まず 1.5 周年イベントで100回無料のことは言っていたけど、そろそろ工場ガチャがリニューアルされるようだね。おそらく新しいハンターや武器が増え、凸を重ねることが難しい点や韓国のゲームに関する法律などが関わっているかな。次はアーティファクト再構成イベントについてだよ。このイベントに関しては日本版の時に触れたけど、どうやら新しいアーティファクトが3つ追加されるようだね。残念ながらこれらの効果に関しては全く触れられていなかったよ。次は Q&A についてだよ。今回の放送ではバグに関することやコラボについての質問が多かったようだね。またコラボに関しては今回の反省を生かし、できるだけ早く告知できるように努力したり、アンケートなどを取ったりするらしいよ。次は特別プレゼントについてだよ。今回の放送の最後に魔法石5000個とルーンの破片2000個をプレゼントすると発表があったよ。また支給されるタイミングは23日のアップデートでメールに届くらしいよ。
最後にクーポンコードだよ。今回の放送では3つのクーポンコードが公開されたよ。忘れずに入力しよう。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。